こんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with ヨンのヨンです。皆さんお元気ですか？今ちょっと私は緊張しています。なぜなら久しぶりの顔出しだからです。このチャンネルでは N3、N2 レベルの方に向けて教科書にはないリアルな日本の姿をお伝えしていきます。さて皆さん、家族と大喧嘩したことありますか？私はたくさんあるんですけど、今日は日本の冬とお正月というテーマでお話しするんですけど、ただの文化を紹介するだけではありません。日本の伝統の裏側にあるちょっぴりドロドロしたでもちょっと大事な話をお伝えします。今日の後半ではその喧嘩から気づいた不器用な愛についても話すので、ぜひ最後まで聞いてくださいね。これを聞くと皆さんの周りの人の見え方も少し変わるかもしれません。まず日本の冬といえば12月と1月と2月です。本当に気温がとっても下がります。空気が乾燥するので、喉を痛めないように気をつけてくださいね。あと、冬に絶対外せないのがこたつです。これ、日本が誇る人をダメにする魔法のマシーンです。私が高校生の時は、学校から家に帰ってきて、速攻をこたつにスイッチをつけて、こたつで朝まですやすや寝たこと何度もあります。あのあったかさ本当にめっちゃ幸せなんですよね。でも、こたつで寝ると風邪をよくひくと言われているので、皆さんは真似しないでくださいね。で、12月はまず年末モードになります。家の中を大掃除したり、職場で大掃除したりして、そして年末に仕事納め、仕事の終わりを仕事納めと言いますが、して、みんな、帰省します。帰省というのは、ふるさとに帰るという意味です。もうね、この時期は、帰省ラッシュでどこもね、かしこも混んでいます。例えばね、新幹線の中とか飛行機、電車の中もめっちゃ混んでます。皆さん混んでるの好きですか？おそらく好きな人はいないと思うんですけど、ちなみに私は結構苦手です。はい。どうですか皆さん。で、この時期の日本人はちょっと疲れているかもしれません。でも、この忙しい感じがあるからこそ、日本のこのお正月のシーズンがとっても特別なものに感じるのかもしれませんね。そしてお正月といえば1月1日のことを言います。街はワイワイしてるっていうよりかは結構シーンとしていて、みんな家でテレビを見たり、あとはおせち料理を食べたりしています。おせち料理。そういえばおせち料理って一つ一つの料理に特別な意味があるんですよね。例えば黒豆は元気に働けますようにという意味があります。また、エビには腰が曲がるまで長生きできますようにという意味があります。意味はとっても素敵なんですけど、実は子供の頃は正直そこまで食べたいという熱量はなくて、ピザとかマクドナルドのハンバーガーの方が食べたいなって思ってました。
皆さんの国では1月1日お正月、ハッピーニューイヤーに食べる何か特別なものってありますか？もし特別なものがあったら私にコメントで教えてください。待ってます。そして私のお正月と思い出としてはお年玉かな。お年玉ってもう私の年になるともらえなくなるんですけど、私今25歳なので、でも子供の頃は親戚たちからよくもらってました。そして私実はね、5人兄弟なので、みんなそれぞれ違う金額もらったりするじゃないですか。その時、絶対に兄弟に、ねえねえ、何円もらったって聞いて、もし自分の方が高い金額もらってたら、よっしゃって思って、で、もしその人より低い金額もらってたら、ちょっと悲しむみたいな、そういう感じでしたね。はい。まあ、高かったら、優越感を感じてました。あの人より高いみたいな。私はお金持ちだ。みたいな感じで思ってました。で、私の一番の思い出は、鹿児島への帰省です。鹿児島は実は私の母の地元なんですよね。鹿児島まで福岡から車でだいたい5時間ぐらいかかります。家族みんなでワイワイしながら向かったあの時間は、今思い出してもね、とっても楽しい時間だったなぁと心が温かくなります。皆さんも小学生や中学生の頃を思い出して、なんだか家族と過ごした時間が楽しかったなーって感じることありますか？もしよかったら私にシェアしてください。でね、ここからが今日の本題です。私のうちでは毎年お正月のためにおせちを手作りしていました。12月31日の大晦日に台所って信じられないぐらい寒いんですよね。で、冷たい水で野菜を洗ったり、お母さんと立ちっぱなしで、黒豆作ったり、きんとん作ったりするんですよね。これおせちの材料なんですけど。で、大変だったんですよ、その料理するのが。で、これには背景があって、まず私の母の地元が鹿児島県なんですよね。で、今の日本って結構男が外で働く、そして女が家事するみたいな考え方ってだんだん薄まってきていると思うんですけど、私の母は特別この鹿児島っていう地域で生まれ育っていますので、伝統的に男はこうで女はこうっていう役割分担がすごくはっきりしている地域なんですね。まあ例えばなんですけど、女性が家事をするのは当たり前みたいな感じです。まあそんな文化の中でね、母が育ったので、一人で寒いこの台所に立って全部準備するっていうのも結構もう当たり前の光景だったんですよね。当たり前だし普通だし、もうその料理する、そしておせち作るっていうことに関してもう当たり前すぎて何ももう普通みたいな感じです。でも私にとってはそれは当たり前ではありませんでした。もちろん私は母より遅く生まれましたので、
もっと男がこうとか女がこうっていう考えが薄くなっている世代なんですよね。なので、ぶっちゃけて言うと私我慢ならなかったんですよね。うん。皆さんの国でもこういうことってありますか？男だからこうだとか、女だからこうみたいな。まあ日本にはこういう言葉がありますよね。塵も積もれば山となる。うん。小さな不満が何年も何回も重なって私の中で不満の山になってたんですね。そのおせちを作るっていうことに関して。で、その2年前のお正月なんですけど、その料理、おせちを作っている時に、リビングから超楽しそうな笑い声が聞こえてきたんですよ。ギエーみたいな。それを聞いて、家の男の男性たちがあったかい部屋でテレビを見てゴロゴロしてると。その状況は私はすぐに分かったんですね。その瞬間私のこの心の中でプッツーンって何かが切れた音がしたんですよね。私その時叫んだじゃったんですよね。なんで女の子だけ手伝わないといけないのって。もう一瞬で部屋が凍りつきました。母はちょっと驚いた様子でした。なぜなら母にとってそれは当たり前すぎることだったからです。でも母が当たり前だと思って飲み込んできた苦労を私はどうしても飲み込むことができませんでした。もちろんその喧嘩でその次の日から家族の態度が変わったわけじゃなかったんですね。例えば家族の誰かが一生懸命料理を作ったりするようになったり、お皿を洗うようになったりしたわけじゃないんですね。でも私はこの我慢しっぱなしという状況をやめました。もちろん私が我慢し続けておせちを作り続けたり、女性はそういうもんだというものを飲み込んで、例えば家の中の家事を一生懸命することってできるのかもしれないんですけど、まあ私の心が嫌だって言ってたので、そのことはやめました。誰か一人だけが疲弊して疲れるのはやっぱり違うなぁと思いました。まあそこにありがとうとか変わるよっていう思いやりがあれば、古い習慣も少しずつ幸せな形に変わっていくんじゃないかなと今は思っています。まあ家族と喧嘩したのは、まあ家族がね、とっても嫌いだからではありません。もっと一緒に長く過ごすためには、お互いが心地よく過ごす必要があるかなと思ったからです。あとね、特に私の家族は言葉で愛してるよなんて言えない本当に不器用な人たちなんですよね。でもお母さんの料理もお父さんの仕事も全部彼らなりの愛情だったんだなって大人になって思いました。
母からは、あなた、私がね、子供を産んだら、もっと親に感謝するようになるよと言われました。今は本当にそうかなと疑問を思っていますが、それはその日になってみないとわからないなと思っています。そんな感じで今日のテーマを終わりたいと思います。そして私の話をここまで聞いてくださった皆さん、本当にありがとうございます。そしていつも愛のあるコメントをくださる方々、いつも元気をもらっています。そのコメントたちのおかげで今こういう風に顔出しをして動画を撮ることができていますので、本当に感謝しています。はい。では最後にお知らせです。今 N3、N2 レベル向けの自然で深い会話ができるようになるオンラインレッスン With4 を準備中です。ネイティブの日本人4と会話してもっと自然な会話、日本語の会話がしたい、練習したいっていう方は、ぜひ私のメールアドレスから連絡くださいね。こちらから詳しい情報をお伝えします。そして最後に、皆さんの国では家の中の役割ってどうなっていますか？塵も積もれば山となるような経験ってありますか？ぜひコメントで教えてください。そして私、最近と言いますか、このエピソードで初めてじゃないんですけど、久しぶりに顔を出しました。皆さんが私に喋ってほしい思うテーマがありましたら、私それ見てちょっと話すかもしれませんので、ぜひコメント残してください。じゃあね、以上でこの回終わりたいと思います。それではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。